皆さん、こんにちは。サニーママこうちゃんチャンネルへようこそ。この動画は私の子育て経験を若いママ、パパさんたちにシェアしたいと思い作ったものです。言葉の発達やアタッチメントで悩んでいる親御さんがいたら、ぜひ見てほしいと思います。最初のビデオをご覧になっていない方は、ぜひそちらの方を先に見てください。なぜこの両方なのか、またなぜ日本人のサニーママがアロハというのかお分かりいただけます。アロハ。このビデオでは言葉のセラピーを受けていた期間の12月31日の記録をご紹介します。開始してから約1ヶ月後のことです。当時こうちゃんは4歳8ヶ月でした。今、児童心理学の分野で発達障害の問題に対してまたアタッチメント、愛着が注目されているようですので、何かヒントになればと思い、私のセラピーの記録をシェアさせていただいております。その内容は今でも参考になるものと思っています。日本語の字幕をお使いいただくことが可能ですので、必要でしたらご利用ください。大晦日、こうちゃん今日は朝9時と遅く起きたせいか、夜寝たのはいつもより遅い10時40分頃だった。こうちゃんは朝からトイレで踏ん張るのだが、とうとう出なかった。知人から紹介してもらったセンナを買ってきておいたが、飲ませるのを忘れてしまった。35年後今思うと、この時はまだこうちゃんのお腹の中がどういう状態になっているのか知る由もなかった。今25年間リサーチした情報を踏まえると、腸内環境はこの頃から悪玉優勢になっていて、リーキーガット、いわゆる漏れる腸管壁の症状だった可能性がある。単なる便秘ではなく、医者にも一見わからない便秘だった可能性が高い。自閉症などに多く見られる特殊な便秘があることが分かりましたので、後日動画で少し詳しくお知らせする予定です。今、センナのことをネットで調べてみました。普通のお子さんは多少薄めて飲んでも支障ないのかもしれませんが、自閉症の子どもたちはお腹が大変デリケートなので、慎重に検討することをお勧めします。センナの茎の中にはセンノシドと呼ばれる下剤成分が含まれているのですが、お茶に含まれている量が明確になっていないので、副作用の可能性があることと、大腸の内壁内側を刺激することで蠕動運動を活発にするので、自閉症時にはあまりお勧めできません。また、11歳未満の子どもが飲む場合は、医療従事者または薬剤師に相談するようにとの注意書きがありました。記録に戻ります。便秘のせいか午前中はゴロゴロしていておとなしかった。父が今日はこうちゃんがいるかいないかわからないくらいおとなしかったとも言った。セラピストのコメント、機嫌はどうでしたか？その回答ですが、機嫌は悪くなかったように思いますが、元気はありませんでした。夕方、おばが泊まりがけでやってきた。こうちゃんが玄関まで行って、いらっしゃいと私の真似をして言ったが、彼はしばらく警戒して背を向けていた。しばらくすると彼は、おばの背中をさっと触って走っていった。9時頃までには、こうは目を合わせられるようになっていた。でも彼は膝にはとうとう乗らなかった。セラピストのコメント、膝に乗る、目を合わせるという順が知らない人に対する子供の反応です。動物も同じです。でもこうちゃんにとってこのおばさんはちっと苦手だったのかな？またこうちゃんが1時間半ぐらい裸で走り回った。セラピストからのコメント、こうちゃんが裸になるとき、なりたいとき、気持ちとして
ならざるを得ないとき、こうちゃんの体、気持ちの状態、周りの状態はどんな時なのでしょう。セラピストから重要な質問を投げかけてくださいました。何かきっかけがあるのかもしれませんね。注意して観察してみることにします。みんなが熱心にテレビを見ていると、じゃじゃ丸始まるよ。もう少しだよ。とこうちゃんが何度も言った。ママがもう少しだよと言うと、彼は納得するが、その他のことを言うとこうちゃんは怒り出す。こうちゃんが寝るとき、今日もずっとブランケットの中に潜っていって、そこからママ来てというので、私も一緒に中に潜ると、彼はころりと寝てしまった。今日こうがベッドに持ってきた宝物は、緑のバケツ、輪投げの台と私の本。今日は彼は投げ輪の台をよく回して遊んでいた。一緒にお風呂に入った時、2、3年前にあったビニールのポロリを思い出し、彼にポロリ欲しいと言われ困ったが、お店に買いに行こうねと私が言ったら、彼はもう言わなくなった。次に彼が何を言い出すのかこちらが不安になるが、なくても彼はあまり泣いて困らせることをしなくなったので、前よりは良くなってきているのだと思う。セラピスト、今日はこうちゃん少し気持ちが安定しているということでしょう。彼がもう一歩しっかりした安定へ進むには荒れる山を越えなければなりません。昨日はセラピストが来て、今日はおばが来たが、こうちゃんはそう目立って興奮するわけでもなく、彼はすんなり寝てくれるし、ぐずるわけでもないが、セラピストさんが言ったように、こうちゃんは私と二人っきりになりたい時があるようだ。もうすぐこもる時期が来るのかもしれない。こうちゃんは食事らしい食事をしなかったが、私がリンゴを剥いてあげると、実ではなく、彼は皮をたくさん食べた。またみかんを剥いてあげると、彼は取り除いた白い筋を一生懸命集めて食べた。彼は本能的にビタミン P などを取っているのかもしれない。これからは彼が食べたいというものをあげることにしよう。記録の終わり。自閉症の子供は移植する傾向があると報告されています。移植症の定義によると、食品ではないものを継続的に摂取する強迫性摂食障害であると言われています。こうちゃんの場合は時々あった程度でした。感じとしては何か不足しているミネラルなどの栄養を取ろうとしているように見えました。例えば、洗面所に置いてある私の化粧品の減り方が早いと思ったとき、疑いました。ゴムアレルギーがあり、ゴムを口にすることもありました。アレルギーのものに中毒になっていることがあるので、注意が必要でした。例としてよく言われるのが、牛乳のガブ飲みをする場合は、牛乳アレルギーが疑われます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらまた見に来てください。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。アロハ See you soon!